皆さん、もし金正恩に日本国籍の家族がいると言ったら信じますか？その家族とはなんと金正恩の異母子なのです。その姉は60年以上もの間、日本で秘密裏に暮らして続けているのです。さらに驚くべきことは、金正男があれほど頻繁に日本を訪問していた本当の理由が、実はこの異母子の面倒を見るためだったということです。今日お話しするのは、北朝鮮金氏一族の最も機密な秘密についてです。公式記録には絶対に出てこない。しかし、北朝鮮権力の核心を理解するために必要不可欠な真実をこれから明らかにしていきます。すべての物語は1960年代のキミルソン総合大学まで遡ります。当時大学生だった金正日が運命的な出会いを果たします。朝鮮総連から派遣された交換留学生との出会いでした。彼女は朝鮮総連相続の美しい女子学生でした。金正恩にとっては生涯初の本当の恋だったでしょう。二人は大学キャンパスで密かに交際を始めました。当時の北朝鮮では外国人との恋愛は非常にデリケートな問題でしたが、恋に落ちた金正恩にはそんなことを考える余裕がありませんでした。ところが、若い恋人たちが予想もしない状況に直面することになります。妊娠だったのです。1960年代の北朝鮮で、それもキミルソンの息子が婚外妊娠をさせるということは想像を絶するスキャンダルでした。金正日は父親のキミルソンにこの事実がバレることを極度に恐れていました。当時の金正日はまだ公式的な後継者として確定していない状態でした。他にも息子たちがいて、金正日の地位はまだ確固たまるものではありませんでした。このようなスキャンダルが発覚すれば、自分の政治的将来が完全に破綻する可能性がありました。キミルソンの怒りは想像を絶するものだったでしょうし、最悪の場合、後継者候補から完全に除外される可能性もありました。結局、金正日は極端な判断を下しました。妊娠した恋人を日本に送り返したのです。誰にも知られることなく、静かに消えるようにしたのです。彼女は日本で一人で娘を産み、その娘がまさに金正恩の異母子となったのです。最も驚くべきことは、北朝鮮政権がその後60年以上にわたってこの秘密を完璧に管理してきたという事実です。単に放置したのではなく、体系的かつ組織的に管理してきたのです。朝鮮総連の特殊部署を通じて定期的に生活費を支援しました。彼女とその娘が経済的困難を経験しないよう徹底的にサポートしたのです。同時に全ての外部接続を遮断しました。彼女たちがこの秘密を漏らす可能性を根本的に封じたのです。現在、この女性は60歳前後と推定され、完全に日本社会に身分を寄贈して生活しています。おそらく日本名で暮らしているでしょうし、周囲の人々は彼女の本当の正体を全く知らないでしょう。この情報は北朝鮮と日本の国総州の中核人物だけが知る最高機密の一つです。もしこの事実が公開されれば、日朝関係はもちろん東アジア全体の政治時系が揺らぐ可能性がある爆弾的な内容です。そしてさらに興味深いことに、この金正恩の異母子は金正恩が権力を握る上で決定的な助けまで与えることになります。まさに金正男との件とつながってくるのです。これまでメディアでは金正男が日本を頻繁に訪問することを単純に娯楽と
冒頭な生活のためのものとして報道してきました。金正男が同居で酒を飲み、歓楽街を出入りし、贅沢な生活を楽しんでいるというふうに言われていました。しかし、真実は全く違いました。金正男の日本訪問は、実は金正日の直接的で具体的な指示だったのです。表面上は個人的な娯楽のように装っていましたが、実際は徹底的に計画され承認された公式な業務だったのです。金正男が日本に行くたびに父親の許可を得る必要がありました。いつ行き、どれぐらい滞在し、何をするのか、すべてが事前に報告され承認されました。これは単純な個人的旅行ではなく、国家レベルの秘密任務だったのです。金正男の本当の任務は日本にいる異母子の世話をすることでした。これは非常にデリケートで重要な役割でした。金正男は父親金正日の手紙と安否を異母子に伝えました。金正日が直接書いた手紙や伝えてほしいメッセージを届けたでしょう。おそらく健康に元気でいろ、心配するな、引き続き注意して暮らせといった内容だったでしょう。まだ定期的にお小遣いと生活費を渡していました。北朝鮮で準備した現金を安全に届ける役割を担っていたのです。これは単純なお金の受け渡しではなく、金正日が自分の初恋の人と娘を忘れていないという象徴的な意味もあったんじゃないですか。金正男はまた異母子の安全と生活状況を確認し、これを父親に報告する役割も果たしていました。彼女が健康か、経済的に困っていないか、周囲で疑う人はいないかなどをチェックしていたでしょう。これは一度や二度ではなく、持続的に繰り返し行われていたことでした。金正日は自分の初恋の人が産んだ娘を完全に放置せず、長男である金正男を通じて持続的に管理していたのです。しかし、この状況を快く思わない人がいました。まさに、金正恩の母親、コヨンヒでした。コヨンヒはもともと日本の大阪出身です。自分の故郷でありながら、北朝鮮の最高権力者の妻となった後は、絶対に故郷に帰ることができませんでした。自分の家族や友人たちに会うこともできず、故郷の料理や日本文化を懐かしんでも表現することができませんでした。ところが、金正男は自由に日本を行き来し、日本生活を満喫していました。コヨンヒから見れば、自分の息子でもない金正男が自分があれほど生きたがっている日本で豪華に過ごしていることが極度に不公平に感じられたんじゃないでしょうか。しかも、金正男が日本でやっていることが他の情勢関連のことだと知ったら、コヨンヒの嫉妬心はさらに頂点に達したでしょう。自分の夫、金正日の初恋の人とその娘の世話をするために金正男が日本に通っているということは、コヨンヒには耐え難い屈辱だったでしょう。結局、コヨンヒは緻密な復讐を計画します。自分の日本国内ネットワークを通じて、日本警察に金正男の正体と偽造パスポート使用の事実を通報したのです。2001年5月、金正男が家族と一緒に同居ディズニーランドを訪問した際に、日本警察に対応された事件は、コヨンヒの意図的な陥れによるものでした。金正男はドミニカ共和国の偽造パスポートを使用していることがバレて、国際的な恥をかきました。この事件で、金正男の正体が全世界に知られることとなり、北朝鮮後継者候補としてのイメージに致命的な打撃を受けました。メディアは、北朝鮮後継者がディズニーランドで逮捕という見出しで大々的に報告し、金正男は国際的な笑い物になりました。興味深いことに、金正男はこの事件で国際的な恥をかきましたが、金正日からは何の処罰も受けませんでした。他のご遺族であれば、
このような失敗で深刻な懲罰を受けたはずなのに、金正男はそのまんま住みました。その理由は、金正日が金正男がなぜ日本に行かなければならなかったのか、そしてそこで何をしていたのかを誰よりもよく知っていたからでしょう。金正男が自分の指示を忠実に履行していて起きた事故だということを知っていたのです。しかし、この事件は結果的に金正男の後継者脱落の決定的なきっかけとなりました。小영이が意図した打撃が正確に的中したわけです。金正男はその後、後継者競争から完全に脱落し、結局、金正恩が後継者として確定されました。金正男が小영이の落とし入れにより後継者の座から脱落し、その結果、金正恩が後継者となりました。これは北朝鮮権力史において非常に重要な転換点でした。結局、日本にいるイボ氏は、金正恩が後継者になる上で大きな助けとなる役割を果たしたことになったのです。そして、金正恩も権力を握った後、自分の父親に関する全ての秘密を知ることになったでしょう。日本に住んでいるイボ氏の存在、金正男が日本に通っていた本当の理由、そして自分の母親小영이が繰り広げた権力闘争の秩序まで全てを把握したと推定されます。しかし金正恩の政治スタイルは父親金正日とは完全に異なります。金正日は自分の乱れた性生活と複雑な家族関係を徹底的に隠そうとしました。恥ずかしがりしながら密かに勝利しようとしました。一方、金正恩は王の立場からこのようなことを隠す必要を感じていません。むしろ権力を前面に出して私生活を公然と表に出し堂々と楽しむ姿を見せています。これは金正日時代と完全に異なる新しい統治パラダイムと言えるでしょう。さて、今日公開したこの衝撃的な秘密が北朝鮮の真実を理解するのに役立つことを願います。金正恩の日本人異母子、金正男の秘密任務、これらすべてがつながって一つの強大な真実を示しています。まさに北朝鮮という大罪がいかに欺瞞的で腐敗しているかを物語っています。皆さんのチャンネル登録と高評価はこのような隠された真実をより多くの人々に知らせる大きな力となります。最後まで視聴してくださりありがとうございました。